こんにちは、ルックアラウンドヨネちゃんです。いつも動画ご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、タイヤの交換に向かいたいと思います。交換していただいているのはいつも、世田谷のですね、スピードスターさんという、タイヤ専門店の方で書いてもらってます。で、今回は、今 AT41 っていうのを履いてますけども、これを、新興の E705 に、履き替える、戻したいと思います。で、AT41 はですね、去年の、ちょうど1年ぐらい前ですかね、日本一周の後半、北海道に行く前に、交換して、1万4000キロぐらい走りました。スリップサインが出てきちゃったんで、今回交換することにしたんですけれども、まあいいタイヤでした。デュアルパーパスのタイヤで、オンロードをメインに走るんだったらもう全然これいいなって感じでしたね。北海道は、林道とかダートを全然走るつもりがなかったんで、変えたんですけれども、その時にちょうどね、E705 が、日本国内でリアタイヤが屈定してたっていう、何件かタイヤ屋さんに、その当時お願いしたんですけど、見積もりを。全然なくて、で、それで、次の候補が AT41 っていう感じだったんですけれども、AT41 で日本一周したりとか、その後も走ってみたりして、良かったのはですね、雨に割と強かったですね。水はけがいい、パターンなのかもしれないですけども、雨の日とかでも、その、バイクの車体を寝かすのをそんなにね、意識しなくても良かったのがすごくいいなと思いました。ただ、縦溝とか、今ちょうど道路にもね、こう白線とか引かれてますけど、この境目とかに乗ると、それをね、機敏に拾ってわかるんですよね。あ、乗ってるみたいな。で、道路に縦溝いっぱい走ってるところとかあるじゃないですか。あれもちょっと苦手な感じですし、砂利が浮いてたりとかすると、それを拾いやすくて、フェンダーの中でね、カラ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 っていう音が良くなってたんですよね。だからなんか、ちょっと溝に弱いのかな、この子は、みたいな、そんな感じです。あと真ん中が減るのは早いですね。で、端っこはすごいよく残ってます。ダートはですね、全然走れます。ちょっと空気圧下げてあげる必要はあるかなと思ったんですけど、ミカボスーパーリンドみたいなフラットダートが続くところは全く問題ないですね。タイヤがですね、AT41、これオンロード向けのブロックタイヤなんで、今日は空気圧少し抜いてます。2キロ、後ろ2キロ。で、前 1.8 かなぐらいにしてます。これから、変えようと思っている新興の E705、これ2回目なんですけども、トレールが 25%、で、オンロードが、75% っていうメーカーが言っているぐらいの、ものなんですけど、それなりにね、ブロックパターン、深いんですよ。E804、805とかみたいにすごいボッコボコしてるわけじゃないんですけど、ちゃんとブロックパターンが出てるせいか、履き替えるとですね、回転モーメントを強く感じる、立ちが強いタイヤな感じがしちゃうんですよ。ちょっと乗ってるとね、すぐ慣れるんでわかんなくなっちゃうんですけど、純正のですね、A41 とかみたいに、オンロードべったりのタイヤだと、静止状態でハンドル切るときにも、重いなって思ったりするじゃないですか。それがね、E705 ぐらいになると、まあ、AT41 も割とそうですけど、スッて曲がるんですよね。接地面積が少ないんだなっていう感じはします。E705 オフロードとか割と走る人の中でも評価いい感じはあって、海外とかでもですね、アドベンチャー寄りのバイクに、E705 どうなのみたいな感じのレビューの動画があったりするぐらいみんな気にしてるんだと思うんですよね。タイヤ高くなったじゃないですか。新興のタイヤ比較的値上がりしないで、注目している人は多いのかなと思います。で、E705 といえばですね、E705-2 っていうのが出るらしいっていうのが、ちょっと分かったんですけど、アジア系のアドベンチャーっぽいスクーターとか向けに、なんか、ちょっと径が小さい13インチとか15インチとか、なんかそういうのを中心ラインナップにした E705-2 っていうのが出るらしいっていうのが、なんか EU の新興のサイト見てると出てたので、なんかそういうのが流行りになってくるのかもしれないですね。はい、じゃあこれから、スピードスタートの方に向かいたいと思います。
はい、今日はですね、昨日と打って変わって、すんげえ暑いです。もう35度とか言ってるんで。新古の E705 に交換して、ちょっとお出かけしたいと思います。これから首都高に乗る入り口の前のところにいるんですけれども、ここまで来る感じではだいぶやっぱり立ちが強い感じがやっぱしますね。久しぶりに乗ったけど、こう、意図的にこう曲がるアクションしないと、まあこれタイヤ交換するとね、いろいろニュアンス変わる面白さというか、新しいバイクに乗る感じで面白いなと思ってます。はい、じゃあ行ってみたいと思います。新しく湘南茅ヶ崎の方にですね、道の駅ができて、結構今混雑してるらしいんですけど、ちょっと遊びに行ってみようかなと思います。ではでは。登ってくるときにね、なんかトルク感が乗ってるのは感じられていいですね。やっぱ、新しいタイヤで、ちょっと昨日帰ってくるまでに25キロぐらい走ってるんで、もう昨日25キロぐらい走ってるんで、だいぶもう皮むけてるのかなと思いますけど、今遡ってくるところもぐぐっと食いつくような感じで、良かったです。高速道路とかね、走る時のロードノイズなんですけど、E705 って、まあちょっと、ノーマルの A41 と比較すると、少しノイズはある方なのかなとは思うんですけど、全然気にならないんですよね。加速感いいですね。やっぱね、高速道路に乗ってる時の、移動って、アドベンチャーバイクはね、やっぱりそこがすごい有利なところなんで、皆さん高速道路を乗って遠くに出かけられること多いと思うんですけど、そういう時にタイヤが削れちゃうことをすごく心配したりとかね、まあ意識したりとかして走るのってちょっと嫌じゃないですか。だからやっぱりなんか大型アドベンチャーバイクに向いてるタイヤっていうのは、そのアドベンチャーが入れる、ダートの部分とかの楽しみも残しつつ、高速道路でいかにこう、うまく使えるタイヤになってるか、そういうことなんじゃないかなと思うんですね。この E705 に関しては、Q レンジ、H レンジもスピードレンジ対応してるんで、かなり高速、まあそんな飛ばしはしないけど、安心して走れるんじゃないかなと思います。はい、現在の気温は34度です。道の駅、湘南茅ヶ崎、めちゃくちゃ混んでますね。なんかバイクの駐輪スペースはちょっと奥の方にあるみたいで、まだなんか余裕がありそうな感じしますね。表から回るのは大変だ。134号自体がね、こんなすごい混んでますからね。はい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 。わかりました。行ってもいいんですね。はい。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。はーい。
いやー、バイクは優先して入れてくれてよかったですね。非常に暑いですが、到着でございます。お疲れ様でした。道の駅湘南茅ヶ崎に来ました。オープン1週間なんでめっちゃ混んでますね。暑いしね、今日はまたなかなかね、134号線いつもすごい混むところなんですけど、車はですねすごい混んでます。でもバイクの駐輪場が奥にあって、案内してくれるガードマンの人とかバイク結構優先的に連携プレーで後ろまでちゃんと入れてくれてありがたかったです。この建物のところが、いわゆる道の駅の物産系とイートインとかになってるんですけども、非常にお客さんぎゅうぎゅう詰めですね。道の駅のスタンプを探すのがまた大変で、人が並んでる後ろにあって、ちょっとスタンプ探してください。これドーナツ屋さんなんですよね。古いバスを改装して後ろにエンジンが入ってるんじゃなくて発電機が入ってるんじゃないですか。紅しょうがね。